ご視聴ありがとうございます。今回は、今年9月の豪雨で被害を受けた私鉄、小湊鉄道といすみ鉄道の動画、後編です。後編では、いすみ鉄道の現状と未来を、運行中の区間や代行バス、普通区間の様子と合わせてお届けします。小湊鉄道を取り上げた前編、まだ見ていない方は、概要欄から見てくださいね。ここは、JR 外房線といすみ鉄道が乗り入れる、大原駅です。いすみ鉄道は、ここ大原を起点とする私鉄。駅舎は JR の駅舎の隣にあり、内部でつながっています。切符は食券式の自動券売機か、横の売店窓口での購入です。いすみ鉄道の路線は、ここ大原駅から上総中野駅までの全長 26.8 キロ。そのうち 15.8 キロ離れた大滝駅から先が普通になっており、バスによる代行輸送が行われています。私が買ったのがこちら。前編では小湊鉄道の券売機で購入した房総半島横断記念乗車券です。いすみ鉄道と小湊鉄道の全線が片道乗れて、途中下車も OK。大人2000円で、普通に乗ると合計3250円なので、破格の安さです。あれは駅舎内の売店で買ったので、前編のものとは券のスタイルが違います。今回乗るのが、13時12分発の大滝行き普通列車です。車両はすでにホームに止まっており、中には乗客もいます。行き先表示器は板を差し込むレトロなタイプですが、扉の横には LED 式の表示器があり、旅客サービスにも配慮されています。大原駅を発車です。JR とは線路がつながっており、車両がここから搬入されることもあります。外房線とはすぐに離れ、房総半島を横断しにかかります。最初は線路脇に住宅が並んでいましたが、一駅目を過ぎると峠越えになり、平野部と山間部の車窓が交互に続きます。ここで、運行形態のおさらいです。もともといすみ鉄道の列車は、早朝や深夜以外、大半が大原と上総中野の間を通し運行していました。そして小湊鉄道とは異なり、当初は9月8日から全線で普通になっていました。その後9月13日より、大原大滝間の運転を再開し、バス代行は大滝上総中野間に短縮されています。ところが、大滝上総中野間の代行バスは、通常の列車のダイヤより本数が大幅に少なく、乗り換えができない列車もあります。例えば、大原を6時55分に発車する下り始発は、普段は7時49分に上総中野に着き、8時44分発の小湊鉄道の上り列車に乗れば、10時8分に小湊鉄道の起点である5位に着きます。ただし、一番早い下りの代行バスは、大滝9時55分発。この時点で2時間以上遅くなり、上総中野への到着は10時37分で、3時間近く遅れます。小湊鉄道でも一部区間が普通になっており、バスの本数が少ないため、乗り継ぎには時間がかかります。一番早い列車でも、5位に着くのは13時13分。房総半島横断記念乗車券を販売し、営業面の結びつきの強い2社ですが、両線を乗り通せる列車は大きく減っています。そしてこの2社は、その成り立ちが結構違います。いすみ鉄道の前身が、1930年、昭和5年に開業した旧国鉄の木原線です。大原大滝間が最初に開業したこの路線、房総半島の逆側にある久留里線とつなぎ、半島を横断路線とする予定だったため、木原の木は木更津の木が由来でした。ところが、34年に上総中野までが開業し、小湊鉄道とつながると、結局、上総亀山までは建設されず、久留里線と線路がつながることはありませんでした。なお、小湊鉄道はもともと自社で半島の逆側まで延伸する予定でしたが、こちらの計画も取りやめになっています。木原線の収支はあまり良くなく、68年には国鉄の廃線対象路線に選ばれ、81年に廃線が承認されました。87年4月の国鉄分割民営化で、一旦 JR の路線となったものの、翌年3月にいすみ鉄道に移管され、今に至っています。開業当初から一度も国鉄の路線になったことのない小湊鉄道とは大きく違います。そしてここにある国鉄型車両は当面運用休止いたしますの文字。いすみ鉄道といえば、この国鉄型車両で路線の魅力の一つとして有名です。11年4月、JR 西日本からキハ52型を譲り受け、
観光列車として運行を開始しました。13年3月には、同じく JR 西日本からキハ28型を導入。国鉄型のディーゼルカーの連結も見られるとして、大人気になりました。その後、キハ28の老朽化が進み、22年11月に一般運行を、23年2月には貸し切り列車などでの運行も終了しました。土曜日には、キハ52を使った急行列車が、大原大滝間で運行されていましたが、今は通常の車両での運行です。4駅目の国吉駅に到着です。進行方向右側には、かなり年季の入ったディーゼルカーが、手前は JR 久留里線で運用されていた車両、そして隣が引退したキハ28です。2両が乗っている線路は運転体験などのための線路です。なお、この駅では10分停車します。対向列車を待つため、数分止まる列車は他にもありますが、10分止まる下り列車はこれだけです。もともとこの列車が国鉄型のディーゼルカーで運行される急行列車で、駅弁を売ったりする時間を確保するためのようです。ちなみにこの車両、車体側面に急行と書かれた札が差し込まれています。駅弁販売は今も行われていますが、乗客自体が少ないので、売り上げは普段ほど多くなさそうです。国吉を出ると、田んぼの中にポツンとあるのが特徴の、あの有名な踏切を通過です。中盤の映像には、春には桜が咲く場所もあり、有名どころを含む区間は復旧しています。のどかなローカル施設といった感じですが、白見ヶ丘、大滝間で線路の砂利の色が変わる場所があります。ここが9月の豪雨で水に浸かり、土砂が流されて運休の原因となった場所です。少しずつ災害の痕跡が目についてきます。13時52分、終点の大滝に到着です。車庫を備えたいすみ鉄道最大の駅で、大原や上総中野よりも規模が大きいです。代行バスが来るまであと1時間13分あります。なお、私が乗っていた列車は国鉄型車両で運行される場合でも大滝止まりですが、普段は14時19分発の上総中野行きに乗り換えができ、30分程度の待ち時間で済みます。普段の列車は14時40分に上総中野に着きますが、代行バスは15時50分に着くので、1時間以上遅くなります。また、大滝発の下り代行バスは、17時15分発が最終で、20時38分発の列車がある通常のダイヤより早いです。代行バスは、まだ来ていません。大滝はかつて城下町として栄えた町で、駅の東側には、房総の小江戸と称される町並みが広がります。木原線が開業するまでは、大原からここまで、人力で車両を押す、人車軌道がありました。一方車庫では、国鉄型のディーゼルカー、キハ52が休んでいます。車両は被災しておらず、急行列車の運行に支障はないはずです。ところが、今は代行バスの本数が少なく、急行料金を払わないと時間的に移動できない乗客が出ます。追加の負担を強いるわけにはいかないので、普通列車として運行しているようです。時間が経ち、代行バスが駅前にやってきました。小湊鉄道の代行バスが普通の路線バスと同じ車両だったのに対し、マイクロバスタイプの車両です。そしていすみ鉄道は自社でバス事業を有していないため、沿線のバス会社に車両を出してもらっています。本数が少ないのは、運転士の確保がままならないからでしょうか。バスは横が3列プラス補助席で、ドリンクホルダーなども装備。シートベルトもあります。ドライバーの他に、いすみ鉄道の職員が乗っており、乗車券の確認や途中の案内、乗り降りの確認はいすみ鉄道の職員が行います。一旦線路から離れて、大きな通りを走ります。沿線には道路が整備されているものの、駅から遠い場所もあり、駅に寄るために細い道路に入ることもあります。特に、小屋松と久ヶ原の二駅では、駅に寄るために細い道に入り、同じ道を通って大通りに戻ります。列車の車窓にも映っていたいすみ川を渡り、右に曲がります。路線バスタイプの車両は通るのに苦労しそうな道ですが、車両が小さいので難なく通れます。列車に比べて格段に収容力の小さいバスで、最初に見た時には大丈夫かと思いましたが、乗れば納得の利点もあります。駅の50メートル先の道でバックで切り返し、駅のすぐ横まで進みます。
小さい車体を生かし、できる限り駅まで近づきます。ここが最初の駅、小谷松です。次の東房本駅では、道路と線路がほぼ並んでいるので、駅のすぐそばに到着です。なお、反対方向の代行バスの場合、駅からちょっと離れるので、職員がバスを降りて、駅の様子を確認する場面もありました。次の久我原駅の手前では、南側からぐるりと回り込むため、左折して大通りを外れ、いすみ鉄道の橋梁をくぐります。その先で左折し、距離を短くできるよう、小さな道路も活用したルートで進みます。北側から回り込んだ方が近そうですが、道路の整備状態の問題でしょうか。なお、久我原駅までは整備されていない道があるため、駅から100メートル余り離れた場所に止まります。この駅に寄るために 2.8 キロ余分に走ります。駅前にスペースがあれば、そこまで入って乗降を行います。ただし、この房本駅には、バスがぐるりと折り返せるほどのスペースはないので、ちょっとだけ切り返して向きを変えます。なお、ここでは5分ほど停車し、その間に駅構内を見ることもできます。今年で開業90年の房本駅、アナウンスでもそのことが PR されていました。列車が来ることはありませんが、駅が封鎖されているわけではなく、ホームにも普通に出られます。開業当時は終着駅だったこの駅、かつては貨物も扱っており、線路とホームが2つずつありましたが、終戦間際に下り線のレールが撤去され、69年には貨物営業もなくなり、一中間駅に落ち着きました。1日平均の乗降客数は10人程度となっています。最後の停車駅、西畑に到着です。ここから終点の上総中野までは、ほぼ線路に沿って走ります。大滝から上総中野まで、列車だと20分程度のところ、代行バスは45分かかります。上総中野駅前の広いロータリーに乗り付けます。駅舎の正面に止まらないのは、ここから先で接続する小湊鉄道の代行バスが後から来るため、そのバスが止まる場所を空けるからです。いすみ鉄道の各駅で乗降客数が一番多いのは大原駅で、1日平均で200人台。次の大滝駅は200人弱で、それ以外の駅は100人未満。大滝上総中野間の途中駅には、1桁の駅も目立ちます。小湊鉄道も含め、この駅に来る列車はすべて運休になっているものの、駅舎やホームには立ち入ることができます。レールはすべて錆びついていますが、草はそれほど生えていません。そして、ここまで代行バスで移動してきた途中区間には、災害の痕跡が残る場所があります。実は、上総中野駅の上りより、あのテープがあるあたりも、線路脇の土砂が流出した場所です。災害の痕跡は、駅から意外なほど近い場所にもあります。一番被害が大きかったのが、上総中野駅から700メートルほどの場所にある、この曲線区間です。ここでは、2カ所の路盤が流されています。前編でご紹介した小湊鉄道の線路と同じく、雨水が標高の低い方へ流れ続けた結果、線路の下の土砂が持っていかれたのが原因のようです。これ以上路盤が流されるのを防ぐため、ビニールシートできっちり覆われています。被災箇所は、上総中野の3駅手前、久我原駅のあたりにまで及んでいます。復旧には総額2億円がかかると見込まれていますが、いすみ鉄道では年内の復旧を目指しており、この場所も含めた復旧計画を策定中です。小湊鉄道とは違い、いすみ鉄道にはトンネルがないため、トンネルに関わる被災箇所はありません。また、豪雨災害などでは、橋梁が被害を受けたことで復旧が長期化したり、廃線が検討される事例も多い中、線内に複数ある橋梁に被害が出なかったのも、不幸中の幸いでした。いすみ鉄道の沿線では、春先には桜と菜の花が車窓を彩ります。このうち菜の花は、毎年10月頃に種まきがなされます。急行列車の運休など、苦境がまだ続きますが、全線再開はそこまで遠くなさそうです。ご視聴ありがとうございました。